おはようございます。アフレコです。今日はお米ダイエットを始めて2ヶ月。ようやく1日のご飯のルーティンができてきたので、前半はお米をしっかり食べてもマイナス16キロを維持できている1日の食事を、後半は2ヶ月を振り返る動画となっています。朝ごはんは白米を 130g、お味噌汁にはたっぷりの大根おろしを入れます。ミネラルも取りたいので乾燥わかめとかも入れます。味噌は特にこだわりはないので一番安かったものを買ってます。ふりかけは今日は混ぜ込みわかめ。お味噌汁はポットでお湯を沸かして簡単に作ってます。ちょっとお行儀が悪いかもですが、洗い物を増やしたくないので一つのスプーンでご飯とふりかけを混ぜます。食べる順番はなるべくお米を後にするようにしています。お米をたくさん口に頬張りたい気持ちを抑えて、なるべく少しずつ食べます。お昼ご飯もお米 130g、たくさん炊いておいて冷凍ストックしています。キムチとツナ、ひき割り納豆で作るネバ丼は週4くらい私のお昼ご飯の定番メニューとなってます。プチライフハックなんだけど、納豆の上の紙をこうやって取ると綺麗に取れるからやってみて。小さめのスプーンで食べると少しずつ食べれます。でも口いっぱいに頬張るのってやっぱ美味しいですよね。お菓子も我慢せず食べます。1日にだいたい200キロカロリー台って決めてます。夜ご飯です。舞茸を使います。キノコ類は苦手だったんですけど、ダイエットにいいっていうのを聞いて食べるようになってから美味しく食べられるようになりました。舞茸と豚肉を入れていきます。まな板を使いたくないので豚肉は菜箸で裂いていきます。塩コショウを適量、醤油を大さじ2、
酢を大さじ1と1/2、酒も大さじ1と1/2を入れます。砂糖は小さじ1/2、生姜とニンニクは適量入れます。ごまを振りかけます。完成です。なるべくたくさん噛むようにしています。その方がご飯食べる時間が長くなるし、消化にもいいし、いいことだらけです。早く食べたい気持ちを抑えてゆっくり丁寧に食べます。YouTube で夜寝る前に蜂蜜を取るといいっていうダイエット動画を見てから蜂蜜入りのヨーグルトを食べてます。蜂蜜が甘くて美味しいし、寝る前のちょっとした空腹が満たされてとても良いです。こんにちは、まいです。お米ダイエットを始めて2ヶ月経ちました。1週間のうち2回くらいはパンを食べる日とかマックを食べることっていうのもあったりするんですけど、それ以外はほぼお米という感じでやっています。ほぼ毎食お米は正直飽きるかなと思ってたんですけど、全く飽きないです。むしろお米以外食べた次のご飯はお米食べたいという気持ちになります。お米がやっぱり美味しいですね。今回は2ヶ月経ったので変化とかを振り返っていこうかなと思います。一つ目の良かった点は朝から体が温まることです。それまではヨーグルトを朝ごはんにしていたので夏は良かったんですけど、冬はちょっと寒かったんです。朝からお味噌汁とご飯を食べると今体がポカポカするので起きるのが楽しみになりました。あとたくさん食べる量も増えたので、食べることが大好きなのでご飯を食べる時間が長くなるとやっぱりその分楽しみになってます。2つ目の良かった点は肌荒れと便秘改善です。1ヶ月経ったくらいまでは少し便秘気味かなと思ってたんですけど、2ヶ月目くらいからめちゃくちゃ調子がいいです。そのおかげか今までは生理前にニキビとかがたくさんできてたんですけど、最近はニキビがほぼできなくなって肌が綺麗になったなって実感しています。デパコスの化粧品とかを使った時も肌が綺麗になったなって思ったりするんですけど、なんかそれ以上に肌が綺麗になったなって実感してます。3つ目の良かった点はお味噌汁をとってもあまりむくまなくなったことです。お米ダイエットを始める前まではお味噌汁を取るとめちゃくちゃむくんでたんです。夜ご飯に取ると次の日の朝測ると1キロくらい体重が増えてたりとかして、それで栄養素的には取りたいけどでも体重が増えるから嫌だなっていうのをずっと続けてました。お米ダイエットを始めてから一緒にお味噌汁も取るようになったんですけど、体が慣れてきたのか最近はあまりむくまなくなりました。これは結構私の中では嬉しいことの一つで、その家族のために健康のためにお味噌汁を出したいけど、でも自分はそのむくんじゃうしなっていうのをずっと続けてたので、最近はそういったこともあまり考えずお味噌汁を一緒に取ることができるようになったので良かったところの一つです。ちょっと緑茶を飲みますね。緑茶の粉末を水筒に入れて、あったかい緑茶です飲んでるんですけど、これもむくまなくなった一つの理由かなって思います。カテキンで利尿作用があるのでむくみ防止で飲んでます。あと温まるので美味しい。お米ダイエットのデメリットを強いて言うんであれば、ダイエットの即効性がないことかなって思います。
今までは食べ過ぎたら次の日のご飯の量を減らして、それで割と早く体重がポンって落ちてたんですけど、今は食べながらじっくり体重を戻すっていう感じなので、ちょっと焦る時もあります。デメリット2つ目は、カロリーオーバーになりやすい気がしています。朝ごはんだけを比較すると、カロリーは今までと比べると2倍くらい取っているので、朝ごはん以降の食事が今まで通りだと1日の総カロリーっていうのは増えてると思うんです。それで毎日のカロリーが若干増えてるくらいだったら別にそれはそれでいいんですけど、その流れのまま食べ過ぎちゃったっていう日とかはカロリーが結構取ってることになるので、食べ過ぎたなって思う日は結構ボンと増えるっていうことが多くなった気がしています。でももうお米ダイエットに慣れてきてるっていうのもあって、食べないダイエットはもうできないなっていう感じです。若い時、20代の時とかは極端に減らしても体力があったし、痩せたいっていう気持ちが強かったので我慢できたりもしたんですけど、やっぱり食べることが好きだし、30代になると食べないと力が出ないです。ダイエットは年齢とか自分の体の変化とかで、その時その時のいいやり方を見つけていかないといけないのかなと思います。人間は3ヶ月で新しく体が生まれ変わるらしいので、お米ダイエットあと最低でも1ヶ月は続けてみようかなと思います。今回はお米ダイエット2ヶ月経った振り返りの動画となりました。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。